チェンバーボーン。実績解除のため投げ捨てた食料を取り戻さんとせっせと立体農場を拡張した我らがビーバー。汚水域に残るわずかな汚水を完全に除去するため試行錯誤。まだ完璧じゃないけど微調整しながら仕上げていくぞー。で今回からはエクスペリメンタルモードだー。バージョン 1.1 の実験版、色々施設が増えてるみたいだ。追加された中で私が特に注目してるのは小型自動ポンプ。これは使い方次第で湧き水を最大限に活かせる可能性を秘めてると思うよ。防水パワーシャフトも使い勝手良さそうだ。これは前からモッドで公開されてたやつ。モッド開発した時にソースを参考にしてたくらい過去が。トラウマ蘇っててくさ。あとドーム庭園やサウナとかの娯楽も増えてるみたい。細かく説明してたらそれだけで尺取っちまう。まあ遊びながら色々試してみようぜ。あと毛がビーバー多くね。療養中が63匹。前回がっつり土砂採掘をさせて毛がビーバー続集一部建設作業小屋も止めてたのでついでに撤去。でその跡地に、お久しぶりです天文台。悪魔召喚のために科学ポイントを666で止めてたレイム。これでは新施設がアンロックできない。エアロックと防水シャフトは300だからギリ足りるね。めんどくて放置してたけど栗の在庫がいっぱいなのでグリルを適当にマシマシ。焼くスピードより食べる方が早いビーバー。前回作った排水口に汚水が残ってたので手動で排水。未だに慣れぬ自動化設定。水生農家さんのポンプ動いてないじゃんと思ったら風車一つ作り忘れてたけん。おい。ついでに拡張前からあった堤防を撤去して水を共有。ポンプも増えたしこれで止まってるただの飾りとかしてる水車も回ってくれるかな？微妙だけど動いた。よかったな。天文台が完成。これで新施設のアンロックも時間の問題だぜ。で科学ポイントが溜まったら小型自動ポンプを使って、この水没してて水圧で水が出ない湧き水を、小型自動ポンプの水圧を使って水道橋まで揚水するシステムを構築するぞー。何度も直したのにまた壊されるとか、ほんと報われない水門だな。ビーバーの世界は常に進化しているのです。そして水圧で水を上に持ち上げるためのパイプとなる部分の設計に着手。建設に時間かかりそうなので科学ポイント貯まるまでにある程度作っとこう作戦。水道橋の縁の部分はビーバーの通り道にもなってるので、エアロックで水をこぼさないように工夫。本来はダムの下とかに作ってメンテ用の通路にするのが普通の使い方かな。あとは水圧を維持するために水路に蓋をします。突出部と防水フロア。こんな感じでおなしゃーす。小型自動ポンプがアンロックされたら手前に設置して、追加の堤防工事をする予定。縦に積み上げるから地味に工数多いよ。さあ皆の者、楽しいお仕事の時間だー。ビーバー、ずらー。丸太は使い切れないほどある、一気に作り上げろー。科学ポイントが溜まったのでサウナも同時建設。汗を流せば心配事もすっきり、ビーバーの心配事か、気になるな。気になるも何も目の前に怪我だらけのビーバーが、労災を心配するビーバー。その心配取り除いてやろう、医療ベッドを増設だー。怪我させない方向で考えないのがうちのレイムさんだ。天文台建設から4日が経過し、科学ポイント4000が用意できたので小型自動ポンプをアンロック。矢印の方向へポンプのパワーで水を送り込めます。液体の種類も水と汚水が選択できるから汚水の分離もできるぜ。流量も設定できるから水車との相性も良さそう。でも動力も必要なので新たに追加された防水パワーシャフトを使ってみましょ。小型自動ポンプは一気につき動力700、結構パワー使うぜ。そしてポンプ前に足場を設置して密閉しようとしたら足場設置できなかったけん。ダメじゃねえか。どうやら足場プラス突出部で密閉できそう。スクリュー部分は干渉するようだな。てなわけでこんな感じで作り直してください。2度手間入りまーす。で乾燥した土地でしか植林できない多肉植物の栽培にも挑戦。50日で1の水を生み出す模様。なおウプ主は植物を田で食用の多肉植物を家で栽培してますが水はやらないと枯れるのでリアルでは水やりましょう。これは品種登録前のおぼろ好き、普通にうまいぜ。そしてコンバージョンでは森番の詰所の職員さんに帽子が追加されました。かわいい。こういうアップでは大歓迎であります。だな。サボってる姿も2割増しで可愛いな。働け。木こり担当もサスペンダーみたいの装着しております。海外だと木こりはサスペンダーするもんなのかな？日本の木こりだと木登り機予作のイメージしかないよ。いやチェーンソーもあるし道具は色々だぞ。木こりを変に決めつけんな。多分前からだけど運搬員は所以降背負っております。めっちゃ肩に紐が食い込んでそう。安定の麦わら帽子。収穫作業をサボって日向ぼっこ。
あと炭鉱夫はヘルメット装着が義務付けられました。安全確認。よーし。ここぞとばかりに以前作った現場ビーバービバウッド版を再利用。さて開発に戻りうっかり忘れてた蜂の巣を設置。下の階にも影響するからこれはやらないと損。で小型自動ポンプが完成したのでその上に堤防を積み上げます。地味に大変なやつ入りまーす。手前側も同時に建設できるように吊り橋で足場を設置。夜中にやるなよミニキーだろ。仕事終わりにサウナで汗を流すビーバー。夜中の上に湯気が出すぎでさらにミニキーな。まあ昼間は働かせてるのでそれはしゃあなし。サウナ上がりに泥場で整うビーバー。もうこいつら人間よりもいい暮らししてんな。てかサウナの後は泥場よりも水風呂がいいかな？てなわけでサウナの近くを整備して川辺の保養地を増地行く。サウナで温まってからの川ダイブ、これはビーバーたちにも受けそうだ。手前の堤防同時に4匹までしか作業できないのでやっぱり時間がかかりそう。致し方なし。お前、暇そうやなぁ。新たなお仕事を用意せねば。暇ビーバーたちへの公共事業、この水没しがちな湧き水も小型自動ポンプで汲み出すぞー。こっちはこんな感じで水道管で繋ぐとかわせず、池の水を上に上げるだけな簡単な設計を採用。ここは特に汚水分離とかしてないもんな。さあお座り待機してたビーバーたちよ。仕事で汗をかけ、そしてサウナで汗をかくのだ。水分補給も忘れずに、カッサカサになっちまうぞ。シャフトの設計もして完成を眺める日々。暇？そして他の水源も見てふと気づく。この水圧で止まってる湧き水、少し工事すれば改善できるじゃんと。湧き水は水位 0.8 で止まるけどポンプ使って堤防で1まで上げれば出っ放しにできるぞ。ぶっちゃけポンプだけで機能すると思う。これが考え不足のビーバー脳だ。ああ？てなわけで堤防を消して水位調整用に水門設置。これならすぐに完成するな。それでは最後のシャフトも完成。小型自動ポンプ稼働。水圧で止まってた湧き水が流れ出した。これで温暖な気工事は湧き水が使いたい放題だぜ。あ、前回から掘ってた下水道の工事道伸ばすの忘れて工事止まってた。安定のやらかしー。さあ起床の時間だ。皆の者、職場へ走れー。通勤ビーバー、ずらー。今日も一日ご安全に。で色々建設してる間に科学ポイントが溜まったので、ドーム庭園と北条の広間をアンローク。これでアプデで追加された施設が全部揃ったぜ。アプデで思い出したけどリレー配信のも、プラスで条件を追加できるようになったよ。一つでも使いこなせない論理演算がパワーアップ。ドーム庭園は結構デカめの水を使う娯楽施設。アゴラに似てるな。記念碑の北条の広間はどんなもんかな？必要資材が多いがそれに見合うかっこよさだ。なんとこちらの北条の広間、中に道を敷くことでビーバーたちが通ることも可能。これは都市開発者のセンスを問われる建造物。工夫次第でいろんな設置方法ができそうだね。真ん中に足場もいける感じか。金属の足場なら上にも重ねられるね。中にシャフト通したり機能性も持たせられそうだ。で北条の広間を使って大規模に住宅とか整えようかと思ったんだけど、ここもロ盆地で隠れちゃうんだよね。見えないところに作るのはさすがに映えない。てなわけでこの辺がっつり整地すっと建設作業員のみんな、引っ越しすっと天文台周辺も役目を終えたし整地するので撤去。稼働期間わずか10日。シャフトを繋いでない地熱エンジンが1機あるので、一応天文台1つだけ再建設しましょ。またなんか追加されるかもしれんしな。建設作業員の小屋はちょっと通勤遠くなるけど紅葉区の隣に建設しました。まあ資材までの距離は近いからそこまで利便性悪くないかな。気がついたら小型自動ポンプ完成してたー。ポンプの水圧で湧き水を巨大貯水湖へ汲み上げるシステム完成。これで若干卑怯臭いレベルで湧き水汲めるね。まあ動力食うから序盤は使えないし、ゲームバランス壊すほどのものではないかな。さあ丸太を持って建設作業員の小屋を建てるのだー。前のビーバーのお尻に丸太を突き刺さないよう、注意して運んでください。100%デストローイ。職場の空き情報を見つつ適宜整地予定地を変えたい。そしてこの時壊しちゃいけないジップラインの駅も変えたい。100%製品展示場。当社の誇るエアロックと防水パワーシャフト。だが邪魔だから壊す。じゃあ最初からつくんじゃねえよ。いやーダンスホール作るのにいい場所がなくってね。まあここはここで微妙に遠いぜ。今使ってるダンスホールの場所も整地の対象なので、一応代わりは作らないとね。しれっと毛がビーバーがいても療養所を解体する、血も涙もない鬼の所領、これがうちのレイムさんだ。
まずは緑地化される範囲を見極めつつ葉っぱで整地、計画としては小型ポンプで水を汲み上げて噴水作るつもり。ほうほう緑地化しない部分を噴水で緑地化する感じか。ご覧ください。世にも珍しいジップラインで立ち往生するビーバーでございます。こらこら晒し物にしてやるなよ、かわいそうだろ。なんであんたそんなことになってんの？適当にジップラインぶった切ったら上の方へ移動して救助成功。しかし切断したラインの再接続ができなくなり困惑。何故？倉庫にはまってる奴がいたりと色々おかしくなっちゃったのでバグったかと思い再起動。だが再起動するも何も解決せず。もしかしてちょうど同時期に完成したエアロックのせい？もったいないがエアロックを買いたいじゃあ。そして夜中に気づいてしまう、街の道とジップラインの駅が繋がってなかっただけと。畜生ボンミス。などと少々のやらかしはあったものの整地作業は順調に進行。ビーバー、ずらー。危ない場所だから深夜にハッパー。まだビーバーたちが起きてる時間なのでいい感じにラグっております。整地した場所に住宅建てたらもっと重くなるかも。前に3000ビーバーやったしその気になればまだいけらー。それでは本日も整地をお願いいたします。ビーバー、ずらー、再び。爆薬を持ったビーバーが宙を舞う、これが我が町の日常。嫌な日常だな。でもそんなの関係ねえ。はい、おっぱっぴー。こんな感じで楽しく作業してるところ。悪い、段差見誤ったんでやっぱなしで。おい。低い位置の植林地と高さ合わせるつもりだったんだけど、植林地の方を一段盛り土することにしたんよ。せっかくここまでやったのに哀れ。初期の天然の地形を使った植林場だから、川の水位に合ってないんだよこの辺り。丸太1万本あるし、植林地整備するなら今がちょうどいいタイミングだな。段差がなってた部分をハッパー。通勤に使う駅へのアクセスが遠くなったがすっきりしたな。ジップラインの駅もそろそろ整理しなきゃだけどめんどい。おい。空中に作ることで街の景観を壊さない感じで、ドーム庭園が建てれそうだったので建設開始。完成が楽しみ。そして気づかぬ間に稼働してた小型自動ポンプでの揚力発電。気持ち水車の回転速度も上がった気がするぜ。エアロックの挙動もこちらの予想通りでございます。汲み上げた水をこぼすことなく流しビーバーも通行可能。これは便利なものだ。では開発再開、掘りすぎちゃったところを埋め直してくれー。なお噴水予定地はまた掘るので2度手間どころか3度手間になる予定。そして色々と完成させたというのに未だに終わってない下水のトンネル工事。また道伸ばすの忘れてた。ほんと学習しねえやつだな。汚水機が来るぞー。そして汚水機が到来。さあ自動化はうまくいってるかな？まあ私の汚水機警告構想と同時に汚水の水門は開閉してるから大丈夫そうだ。小型自動ポンプへと続く水路にも一滴も汚水漏れなーし、完璧であります。やったぜ。美しく排水される様子に思わずにっこり。これは気持ちいいな。反対側の湧き水も綺麗に分水できてました。前回はグダグダだったけど今回はうまくいったぜ。やらかしの多い水生農家さんの湧き水も無事を確認。しかしその下はやらかしの残骸の汚水が今も残る。汚水が乾いたら整備しまっしゅ。こっちの湧き水は従来の水門方式なので特に問題なし。汚水機やけにちょい汚染されるくらいだな。そこまでシビアに設定する必要もないけど、一応ここのポンプは温暖な時期だけ稼働するように設定っと。湧き水出てない間も汲み上げると、ここの池が干からびる可能性もなきにしもあらず。ついでにハッパー。細かい調整もこれで完了。では汚水機が始まりドーム庭園が完成したところで中で楽しむコビーバーを見つつ今回はここまで。面白かった、続きが見たいと思っていただけたら、チャンネル登録グッドボタン、よろしくお願いいたします。私のやる気スイッチです。新たに追加された小型自動ポンプを有効活用して湧き水のポテンシャルを大きく引き出したレイム。残す新施設は北条の広間、うまく使いこなして美しい景観を作れるのか？続きが気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。